暖かいですよね。ここ関東は青空の日曜日になります。はじめまして、こんにちは。ありがとうございます。今日は、タイトルにあるようにですね、マルチコラボ定規の紹介をしたいなと思います。こちらですね。ちょっと日が暮れるのが早くなってきたんで、もう少し早めに始めたかったんですけど、ありがとうございます。たくさんの方見てくださってありがとうございます。しっかりね、ここで告知をしていきたいなと思います。で、今日もですね、YouTube の方にも紹介できたらと思って同時に録画の方をしていますので、こちらアーカイブにも残るし、あとYouTube の方は多分今週末になるかな、紹介する予定なので、お出かけのご予定がある方はライブの方は後でゆっくり見ていただけたらと思います。で、前回ですね、コラボ定規の方の紹介が発売後だったので、まさかね完売するっていうふうに思ってなかったので、結構フォロワーさんの方とかにもちょっと情報を届けることが遅くなってしまって、購入できなかったっていうお知らせを結構多くいただいたので、今回は発売の前になるんですけど、告知してももう OK ということで、インスタの方でも少しずつ紹介していますので、今回はライブの方で実際にどんなものかを紹介していきたいなって思ってますので、よかったらご覧いただけたらと思います。あと質問がありましたらですね、今日は前回よりもっとだいぶ近くですね、スマホを置いてるので質問がねよく見える状態にはなっています。今日のアングル大丈夫そうですかね。前回と変わらないような感じにはしてるんですけど、もし少しずつ暗くなってきたらこの手元の明かりをつけますので、暗くなって見えにくいっていう時はお知らせください。ではですね、早速紹介していきたいと思うんですが、でこのマルチコラボ定規っていうのがどういうものかをまだ知らない方もいらっしゃると思うので、こちら今回ちょっと紹介したいなと思うんですけど、コットンタイムの、昨年のですね7月号だったと思います。6月発売で7月号にこちらのピンクのカーブ定規っていうのが付録になりました。でこれの定規を付録にしたきっかけっていうのがちょうどねその時のアーカイブも残ってると思うんですけど、コットンタイムって定規を付録にすることが結構ありますよね。年に1回とか2回とかって付録になってるのを見て、私も実際に自分の掲載号にその定規の付録がついてたので、それをね使ってみたところですね、ここがちょっとカーブがあった方がいいなとか、ここなみなみになってる定規だったんですけど、ここがこうだったらいいなとかっていう風に言ってたのがきっかけになって、じゃあ一緒にコラボしましょうみたいなところで、コットンタイムさんとコラボ定規を作ることになったんですよね。で実際ねやってみると、やっぱり読者側としてこうだったらいいな、ああだったらいいなっていう風に自分の意見は話せたんですけど、実際にやってみると例えば印刷のズレがあるからこういうところができないとか、やっぱりちょっと制限のある中で作られてるっていうことを取り組みの中で知ることができました。で実際にねやりたい形っていうのはできるんですけど、やっぱりサイズの制限ももちろんね雑誌の中に付録が入るので、積み上がった時に紙面っていうの紙なので、この重みによってちょっとシワが寄っちゃったりとかするから、そのサイズの制限もありました。なのでちょっと今回この前回の分はマックスの形で幅が26センチのもので作ったのを基準にして、ここにカーブにしたりここを角にしたりっていうのを自分のね好きなものを加えたんですよね。今度はねこの形になりました。やっぱりね反射してて見えないんだ。これで見えるかな。こっちの方が見やすい。どうだろう。こういうね形になりました。で前回のと比べるとこんだけね幅が違う感じなんですよね。幅が違う代わりにこの幅、ここの幅が出たような感じ、この幅が出てこういう形になりました。でここからここまでが20センチか、幅が20センチのもので、
ここの横の幅が12センチっていう定規になりました。でこういう風に形を変えたかってもっと狭めてこうちょっとえぐってっていうのもやりたかったんだけど、なんか前回ね今年の7月にもコットンタイムで定規が出てるので、それにね結構近づいてっちゃうんですよね、形が。だからやっぱりちょっと差もつけたいし、やっぱり私が作るものなので、実際にバッグとか普段制作しているものが作る定規ということでやっぱりね使いやすさとここがこうだったらっていうのをちょっとプラスした感じで、幅はね前回のそのグリーンのものですよねと同じものになってるかなと思います。だけど今回はじゃあどこが違うのかなっていうところを紹介できたらいいなって思います。でこの、マルチコラボ定規はこちらのねブラウンの方も出てるんですよね。これで第1弾第2弾今回の第3弾ということになります。第1弾と第2弾の差はあんまないんですよ。形としては変わらないんですけど、ここに数字をちょっとプラスしたりとかそのぐらいだったと思います。あとね色を変えたっていうぐらいなので、用途としてはほぼ変わらない状態です。でそうインスタでねアンケートも取らせていただきました。色で結構どうしようかなっていうふうに迷ってですね、色のアンケートを取った時にこのブラウンとさっきのねピンクと、あと皆さんだったら何色がいいかなっていうのを調べた時にアンケートでね皆様協力いただいた時に紫とグリーンが結構ね候補に上がったんですよ。で紫はどっちかっていうとこのねピンクにちょっと近い感じなのかなと思ったんだけど、なんかすみれ色っていうリクエストもあったりして、ですみれ色でちょっと色とかサーチしてやろうと思ったんですけど、ちょっとね色がね薄すぎるかなっていう懸念がねちょっとあったんですよね。でじゃあ私も好きなじゃあグリーンでやってみましょうってなったんですけど、グリーンは前回のその7月号でグリーンが出てるんですよ、もうすでに。で黄緑色だったと思いますね。なんかそのグリーンがもう出てるので、それに近づいてっちゃうと結局ね差が分からなくなっちゃうので、なんだろうね、なんか、ペールグリーンじゃないんだけどちょっとブルー寄りのグリーンで作ってみたんですよ。で1回目のこの試作がこちらになります。でこれで作ってもらったんですけど、実際にやるとですね非常にねこうちょっと近づけると分かる、色が薄いの分かります？なんかね定規ってやっぱり生地に載せた時に文字が見えないと全く意味ないんですよね。そう何第1弾販売する考えはありますか？コラボ定規の第1弾販売するこれですか？これもう付録で終わっちゃったからね、第1弾はねないんですよね。作ってもらいたいけどねこれだけでそうないんですよ、残念ながら。でこういうもうちょっと文字がね薄すぎるっていうところでもうすごい悩んだんですけど、色はねすごくいいんですよ。でやっぱり使う時もやっぱりねいいないい色って思ってやるんだけど、実際にこう布にねこうやって合わせた時の色の見え方がやっぱり見えなかったり、なんか日中だったら見えるけど夜だと見えないってなると結局飾り物になっちゃうじゃないですか、定規って使うものなのに。なので今回ピンクにしたんですけど、じゃあなんで紫じゃないのかってなるんですけど、1回しかもう試作があとできませんって言われたんですよ。もうこれがぶっつけ本番になりますって言われたらもう絶対失敗許されないので、そしたらもうじゃあどっちかのこっちとブラウンとピンクだったらどっちも文字が見やすいのでどっちでもいいって思ったんですよ。で私はなんかこうブラウンがいいなって思ったんですけど、コットンタイムの編集部の方では、ピンクにしましょうっていうことで、こうやってね載せた時も全然差が分かると思うんですけど、全然違うんでしょ。でこういう風に変わってくるのでこれになりました。でこれね試作の段階でここのところにも薄く 7mm のね幅のところ文字載せちゃってるんですけど、これだと見えにくいのでこれも本番では外してます。こっちは7mm線がよく見やすいようにして、この
何でもないところにだけつけるようにしたりとか、ちょっとずつね変えてたりとかします。今回前回と違うのがこうやってね穴が開いてる、穴開けられるようになったそうで、穴が開いてるんですよね。これをそのカーブ定規の代わりにもできるなと思ったんで、ここは角度、今まではここの R4 とか R5 とかってあるんですけど、これの時も R9 ってあるんですよ。半径9センチのカーブを作ってますっていうので、ここはあえてなのでその何センチっていうのはなくって、バッグのこの底に使う時のこのカーブを採用しました。なのでこの状態でバッグのここのカーブを使うことができるんですよ。これもなんかすごい微妙なサイズにしてて、上が6センチで下が7センチみたいにしてるんですよ。だからねカーブがこうで、ここの幅が何センチだろう、多分2センチとかだと思うんですけど、こうよくバッグのカーブとか自分で型紙とか作る時とかのカーブになってるので、バッグを作りたいなっていう時のカーブで使えます。でこっちのこの半径9センチのカーブでももちろんバッグは作ることができるんですけど、よりねそういうこの9センチとかっていうサイズを決めずに作ってる分、なんかちょっとナチュラルな感じのカーブが作れるようになっています。でさらに言うと、ここにくり抜きのこの穴が開いてるので、例えばこれが縫い代込みの1センチ縫い代込みのものだったりすると、ここにちょんちょんちょんって印をつけておくと、自分が縫うところの目安、カーブって普段は縫い線って書かないんですけど、カーブはやっぱり曲がりやすいので、ちょっとちょんちょんちょんって印をつけておくだけでも目線のね行き場所になるので、そういう意味でこのね印をつけてます。ここの線でいくと、この線ね、この線でいくと1センチの縫い代なんだけど、このくり抜きのここを使うと7ミリの縫い代で線が引けますよっていう線なんですよ。なのでカーブとかってYouTube とかで紹介する時って最後にね切り落とすっていう紹介をするんですよ。なんでかっていうと、今ねちょうどオーダー分で作ってたものなんですけど、こういうねカーブのところって縫い代が切ってっていう風にいつも言うんですけど、切ってから表にした時にここねやっぱりちょっとゴワゴワするんですよね。なので少し切り落とすとカーブが綺麗に出てくるんですけど、その切り落とすことをしないで最初からこのカーブの部分を7ミリで縫うっていう方法もあるんですよね。なので最初からこの小物とかだったら7ミリでも縫い代十分なので、それでやる時のためのこの線を引ける、どちらでも線を引けますよっていうくり抜きの穴を作っています。で同じようにここの上のところもそうですね。だからこのくり抜きの場所にも意味があって、この7ミリ線のところに線が引けて、ここにも引けて、1センチなら1センチのところ引けるっていうようなくり抜きになってます。でなんか前回付録ですよね、前回のグリーンの靴みたいな形になってるやつ持ってる方はもうすでにこのコットンタイムさんでくり抜きの付録がついてるのでご存知かなとは思うんですけど、なんかそういうのができるってなったんで、今回このカーブとかも利用してみました。でなんかねここっていうところにもくり抜きが入ってますよね、ここの部分。これは今回ですね、この同じように前回と同じようにこの定規だけで何か物が作れるようにっていうのでくり抜きの穴を入れました。でも入れた場所がちょうど端から5センチの場所になるようにとか、なんか違う用途でも使えるようにしています。そうなんです。そういう感じでしてて、でなんかちょっと変わってるのが、ここが45度じゃなくて30度の角度になってるのは、こうやってなった時になんとなく予想できる形かなと思うんですけど、ちょっとこれで隠すと分かるかな。こういう風にすると分かります？なんだろうって。これお家の屋根の角度にしてるんですよ。
で片側だけお家の角、お家のキーケースを作る時の片側の角にしておくことで、反転して反対側も作ることができますよっていう風な角度をつけた斜めの線になっています。今もうね予約販売始まってますんで、それを見られた方は表紙に載ってるのがお家のキーケースなのでご覧いただけたかなって思うんですけれども、なんだ定規があればお家のキーケースが作れますよっていう風なデザインになってます。もちろんねお家の形って結構人気ですよね。なんかやっぱりほっこりするような形だから、メガネケースにしたりとか、なんかペンケースにしたりとか、いろんな形にされる方多いと思うので、もちろんレシピとしてはおうちキーケースだけなんですけど、これを例えばね発想を変えて皆様の好きな形に変えていってねいただけてもいいんじゃないかなって思います。で、作品がですね、本当は私のね希望としては表紙はやっぱりねバッグがいいなっていうふうに思ったんですけど、だけどなんか前回も表紙がバッグだったじゃないですか、こういうね形の。なので編集部さんの方ではちょっと違うやっぱり小物の方でいきましょうということで小物になったんですけど、じゃあね何をね作ってたかっていうのをちょっと今日ライブの中で紹介しようかなと思ってます。そうそうそう、こんなのは見せてたかもしれない。これはねインスタライブでインスタライブじゃない、ごめんなさい、インスタのストーリーで紹介してたんで、こんな感じの巾着、白地の巾着をちょっとねちらっと見せてました。ということで作品としては巾着なんですけど、説明不足でちょっと待って、さっきね見えたんだよな。布合わせはねこんな感じにしてます。なんか全然反射してわかんないね、こうやってスマホで見せても。とにかくねいい生地使ってます。いい生地っていうか、ごめんなさい、売ってない生地またね使っちゃったんだけど、だから問い合わせが来てもわからないデッドストックの生地をここぞとばかりに出しましたね。本当はね本に載せるものって普段ね販売されてるものの方が皆さんなんか同じもので作れるからいいかなと思うんですけど、なかなかねなんかちょっとねこだわりが出てしまいました。予約しました。ありがとうございます。嬉しい。多分ねたくさん作ってくれてると思うんででもね完売目指したいですよね。なんならねみんなで揃ってね持ってると嬉しいですもんね。全部勢ぞろいで写真を撮ったのがあるんですけど、こんな感じの作品が掲載されます。でおうちキーケースがここですよね。ここに載っていて、これがね巾着トートで作ってます。これねテーブルに置いてるぐらいなので比較的ね小さめなのである程度生地がちょっと大きめの歯切れみたいなのがあればできるような感じのサイズにしてます。でカーブがあるとちょっと裁断する時無駄になるじゃないですか。それを無駄にならないようにここね底が輪になってる作り方にしてます。これもねYouTube でね紹介しようかなっていうふうに思ってますんで、ちょっとね楽しみにしててください。その巾着を作る時もこの定規の時に紹介したように直線で縫った後にこのカーブの線を当てて線を描いて、そこの上もさらに縫って、あと切り落として綺麗に揃えていくっていう方法なので、初心者さんとかミシンそんなカーブとかねもう最初からカーブを縫うってすごくハードルが高いので、それをせずにもう直線でやった後もうカーブやらなくていいわっていう時はもうまっすぐのねこういう巾着でもできるような感じに工夫してますんで、皆さんのね好きな仕上げ方でやってみていただけたらと思います。年末年始作ってみようと思います。ありがとうございます。ぜひね作ってほしいなと思います。で今ねちょっとね並べてるものがあって、実際じゃあどういう風に作っていくのかなっていうのをちょっとレシピの確認、この型紙っていうかこの定規の確認のために作ってるものがありますので、ちょっとそちらを紹介しながら定規のね活用法も紹介していきたいなと思います。おうちのキーケースは手元にないんですけど、最後手縫いとかも細かいのでその試作まではできてないんですけど、今回紹介するポーチ
で紹介していきたいと思います。これでちょっと分かるかなって思うんですけど、その定規があれば普段ソーイングしない私でもハードル下がって作りたくなりました。是非作ってください。動画もね撮っていく予定なんですけど、もう予定ばっかりでね全然進めてないんですけどこの形を見るとなんとなくご想像いただけるかなと思うんですけど、この定規のこの斜めの部分をフラップにして、こう下をカーブにしてます。でこのなんかストラップはつけてますけど、このストラップはねもうリール動画の方で紹介してますんで、すごくね簡単なので作ってほしいなと思います。別に接着芯貼らなくてもいいんですけど、貼るとこんだけこうシーチングでもハリッとした感じでできてきますんで、よかったら作ってみてくださいね。で、こういう風になっていて、これも実際にこの定規でもう試作がね出来上がったこの定規で作ってますんで、この形ができてきます。でもう縫い代込みの型紙として使えるので、縫い代込みとして作っていくので、一回り小さめな感じで仕上がっていくんですよ。だからさらにもうちょっと大きい方がいいなって思ったら、ここにさらに自分で1センチの縫い代を足せばできてくるっていう風なポーチになります。なのでいろんな作り方がね実際できるんですよね。でここがどこだったっけな、中央にしてるのが縫い代がこうだから、中央にしてるのが多分ねこの辺りだと思います。こんな感じで決めて、で反転させてこういう風にできてるようになります。で今回なくした線がねあるんですよ。でここに前回のこのマルチコラボの時はここにねダーツの線を入れてたんですけど、これってそんなに意味ないなっていう風に思って、で今回はダーツの線、斜めの線は入れなかったです。入れずにこれなんだっけ、これが届いたやつか。ここに線、分かります？ここに線が入ってます。こことここに線が入ってるので、この穴に印をつけたら自分でまっすぐ線を引くだけっていう風なようにしました。そうすると定規がねすっきりして見やすくなるんですよね。さらに45度の線だけを入れています。前回の時は45度の線を入れて、さらにあと3センチ 4.5 センチって入れてたんですけど、今回はもう入れなかったんで、もうこの状態クロスにした状態にしてます。こうすることで布を斜めに置いた時とかもすごくね分かりやすいんですね、バッテンになってると。なので今回はこの辺をねちょっと進化させてみました。ポーチに接着芯入っていますか？ポーチはね接着芯入れなかったんですね。これ試作だから入れてないんですけど、外側を、これはコニットの生地なんですけど、外側オックス、コッカさんのねオックスの生地になってます。で内側はシーチングで、これは接着芯何も入ってないけど結構しっかり作れてます。なのでオックスとか張りのあるものだったらいいんじゃないかなと思います。もっとねそれでもパリッとさせたい場合は接着芯入れてもいいんじゃないかなと思います。ただ入れるとですね、こういう角のところがちょっと厚みが増して仕上げる時ちょっと縫いにくいかもしれない。最後にねここにねステッチ入れてるんですよ。こうやって際にステッチを入れてます。であんまり接着芯とかでゴワゴワにしちゃうとここの仕上がりがうまくいかないと思うので、布で調整されるといいかもしれないですね。なんかこの辺は別にお手持ちの生地が全く同じじゃない限りは皆さんで調整してもらうことになるので、仕上がりイメージされるといいかと思います。こんにちは、ありがとうございます。いつも便利なアイテムありがとうございます。いえ、もうこちらこそですよ。こうやって、ね、お話いただけるだけでありがたいですよね。皆様のフォロワーさんのおかげでこういう活動がさせていただけてるのがね、本当にありがとうございます。嬉しいです。なんか見てくれる方がいるとね、なんかもうちょっと頑張ろうっていうふうに思うので、なんかここがこうだったらみたいな感じでちょっとプラスアルファなことをね考えちゃうんですよね。そう
で、穴をねこう何箇所か開けてるんですけど、このちょっと私の失敗なんですけど、このダーツのここのダーツの高さのところにもう一つ穴が必要だったのに、これ外してくださいって私最後の構成で外しちゃったんですよ。なので自分で穴開ける必要があるっていうちょっとねなんかここだけの話にしてほしいんですけどそういうことがあります。でも前回のマルチコラボの時とかにもそうなんですけど、こう目打ちで簡単に穴が開けられるので、それこそ皆さんの好きな深さでダーツの線じゃない穴とかも開けられることができるので、開けてみてほしいなと思います。で今回開けずにやれるのがこの高さになってくるんですけど、だいたいこのちょうど真ん中のところぐらいが大きなバッグだったら、例えばこれもそうなんです。これダーツ抜いちゃったんですけど、大きなダーツっていうか大きなバッグの場合はダーツ深く入れたりするので、そういう時はこの深いところのここのところに入れると、このぐらいのところに入れると綺麗にダーツが入ってきますよね。小物の場合はもうちょっとダーツ浅くした方がすっきりしてきますので、一つね穴開けてくださいっていうのを本の方にも入れてますんで、なんだろう、ちょっとね理由付けして皆さん自分でも開けられますよっていうテーマに変えて自分のね失敗を穴埋めしましたなんかこういう風にやることができるので、是非ね自分で穴開けて試してみてほしいなと思います。でこういう風に今回このポーチの場合はこの上をこの斜めのフラップにして下をカーブにして仕上げる方法で紹介していきました。でこっちの型紙で作る場合はカーブ苦手な方も恐縮なんですが、これは1枚ずつの型紙になるので自分でこう線を引いて型を取るっていう風になってきます。でもう一つの方はこれもね同じ生地で試作をしたんですけど、これもコニットの生地ですね。1枚の生地でなんかいろんなところが取れるのでね、こうドットと、ストライプはちょっと別ですけど、こういう風になってるものから取ってみました。で今度はちょっとなんとなく想像がつくと思うんですけど、こうやって広げると今度は逆になっていくっていうパターンですね。今度は上がカーブのフラップで下がこう斜めの線。もちろんねこれ入れなくてもいいんですよ。まっすぐでやってってもスマートなんですけど、せっかくねこういう定規があるのでいつもと違う感じで仕上げてほしいなと思って今回このねあえてこういう形にしました。でこの斜めの線を入れる時も最初から今度は型紙を斜めに入れるんじゃなくってまっすぐに出来上がったものにこの斜めの線を描いてまた縫って足して縫っていくっていう方法でできるので、まっすぐのままでいいわっていう方はそのまま終わることもできるし、やっぱり斜めにちょっと変化を出したいっていう場合はここに斜めの線をまた足して縫って切って仕上げるっていうことができます。なのでよかったらこういうのも作ってほしいなって思うのと、この定規が入るんですよ。これね全然予測してなかったんですけど、でも当たり前なんですよ。だってこれの定規で作ってるからそりゃそうだっていうわけなんですけど、これはね幅をこのままここが輪になるようにしてこういう風にこうやって作ってこんな風にして作ってるので、そのままの幅でできます。でこっちのポーチの時は縫い代をちょっと変えてるので、なんか縫い代っていうかこの幅を変えてるからこの狭まったんですけど、同じようにこの幅でもちろんね作ることができるので、なんか好きな形で仕上げていくことができます。でこれはさっきも言ったようにぴったり入ります。入るし深さを自分で変えられるようにこの紐でくるくるって巻いて留められるようにしてるんですよ。なので浅いものだったらこれがもっとこういう風に浅くすることもできるっていうデザインです。でもっと言うと裏面までこういう風になってるんですよ。つながってないから
こことここのポケットがつながってるような感じで、返し口がこの下になってるんですね、内側で。これってティッシュポーチとか作る時の作り方とほぼ変わらないので、すごくね気軽に作れるし、たくさん作ってお友達にプレゼントもできるような感じのシンプルなデザインになっています。だから柄方向とか気にしないでいいんですよ。こうやってここで切り替えてる部分、ここだけが好きな生地で入れられるので、こういう風にねできますんで、是非ねやってみてください。もうこのさっき見せた作品はこれいちご泥棒の、これ柄向きありますよね、柄方向あるいちご泥棒の方で作ってます。でそうするとね、なんか好きな柄選ばなくていいですもんね。こうやってやるとワンポイントとして使えるかなと思います。ちょっと待ってね、今コメント読みます。初めて見させていただきました。定規使いたいです。ありがとうございます。コットンタイム1月号を予約してください。定規買おうと思ってました。使い方嬉しい。アーカイブ見直しますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。途中参加のため教えてください。定規の購入はどうすればできますか？この定規はコットンタイム1月号の付録になってます。 Amazon の方で予約いただくか、あと書店に行っていただいて購入することもできると思います。コットンタイムはねどこの本屋さんでも置いてると思うので大丈夫かなと思います。これはコットンタイムの付録なんですよ。これすごいね海外の方からもすごい問い合わせ、これ判定しちゃうのかな、もしかして問い合わせがね来てるんですけど、皆さんねびっくりされるんですよね。この定規どうすれば買えますかっていう質問が多くて、でこれは付録なんですって言うとすごいびっくりする。本もついてくるのって言われるもうほんとすごいよね、日本って。海外行くとねこういう手芸紙ってすごい薄いのに2000円ぐらいするんですよ。でもコットンタイムとかすごいなと思います。だって今度1500円で定規がついてきますよ。1500円で定規がつく上にカレンダーがついてくるっていうね。カレンダーも作家さんの作品だからすごいおしゃれだし、しかもレシピがついてるからね、なんか毎月楽しめますよね。カレンダーもちょっと憧れますよね。1ヶ月ぐらいずっとなんか皆さんの手芸する部屋に私の作品を1ヶ月ぐらい飾ってもらえたら非常に嬉しいなって思うんですけど、あそこは多分ね狭き門なんだろうなっていうふうに思ってますんで、ぜひね皆さんもコットンタイム作ったらなんか応募したりとかして、なんか自分が作品こういうの作りましたっていうなんか目標の場所になるとねいいですよね。私もいつかカレンダー載ってみたいですね。あそこに載るのはやっぱりすごいと思いますね。だって何万部と多分ね発行されるでしょうしね、コットンタイムもね。その人たちが1年間を通してカレンダーを使うっていうわけだから、本とかは1ヶ月もう読み終わったらもうそのまま本棚にしまっちゃったりとかするじゃないですか。ありがとうございました。予約できました。早いですね。ありがとうございます。まゆまゆさん、すごい嬉しい。そうだけどカレンダーになるとねやっぱりずっとでベリってめくるわけじゃないから、やっぱそこに乗るってすごいですよね。いいな、なんか目標にしたいな。そうそうでこういうのが、できるということですね。でちょいちょい見せてたのがですね、このポーチですね。これね試作で、ちょっといろいろ事情があってですね、ちょっと作り替えをしたりとかしたんですけど、その事情っていうのもね定規の構成の時に私の見落としがいろいろあってですね、カーブのこのね角度が自分がこの定規でやりたいって思ってた時の型紙でもう本の方に掲載用に制作してたんですけど、それが出来上がった時のこのカーブと若干ね違ってたんですよね。なのでもう一回試作しなきゃいけないっていうところでいろいろやった結果ですね、サイズ調整すればもうほぼできるようになったのであれなんですけど、これとすごいね変化がねちょっと面白いのであえてね私の失敗を見せたいなと思うんですけど、実際に本で紹介してるのはこちらの形になります。
これはもう一回復習としてもう一回作ったんですよ。だからこれ3個作ってるんですけど、同じ型紙で作るのに何が違うのかっていうと、これとこれですごい似てるようで違うのがどうだろう、わかるかな。カレンダー発売してほしいです。絶対買います。ありがとうございますね。カレンダーいいですよね。なんかコットンタイム付録すごいなって思います。なんかあんだけなんかね作り方とかも載せてて、作家さんいろんな作家さんの作品とか載ってて1500円ってやっぱりねすごいと思うな。なんかいろんな情報もあるしね。定規欲しいと思いました。ぜひ欲しいと思っていただきたいです。もうなんか悔いなく年の最後に悔いなくお願いしたいです。なんかもう絶対これ完売すると思いますよ。定規がっていうんじゃなくて、前回のね昨年の1月号も昨年の何か今年出たのか、違うか、去年の12月に出た時なんかそれも多分完売してると思います。 Amazon とかは結構早くね、これがね去年ついてるんですけど、この時も付録にカレンダーがついてたんですけど、毎年ね人気の号なので、後でやっぱ買えばよかったとか、あと本屋さんに行ってから決めればよかったとかって言うじゃないですか。でもねもう買っちゃった方がいいかなと思いますよ。なんかもう本屋さんっていろんな人が触るじゃないですか。だったらもうなんかオンラインでポチって買っちゃった方がなんか綺麗な状態で届くしいいかなって思いますね。あとなんか本屋さんって今もう多分閉じてあるのかな、見れないように中どうなんだろう。私がもう最近見たやつは全部十文字にゴムがついてて立ち読みできないような感じにもねなってました。ネイジュ作品カレンダー素敵だと思います。ありがとうございます。以前ねオンラインショップでね販売してたことはあるんですよね。置いて使うねカレンダーの方。ありがとうございます。定規もカレンダーも本の内容も楽しみすぎです。ありがとうございます。コットンタイム1月号の本の表紙ってどんなのですか？コットンタイムね1月号の表紙はねお家のキーケースになりました。前回の定規の予約もなかなかできませんでした。買えてラッキーでした。ありがとうございます。あ、そうなんだ。前回の定規の予約ね。前回完売で購入できなかったので今回はすぐに予約しました。私は定期購読してます。ありがとうございます。そっかそっか。定期購読だと安心ですよね。ちょっと遅れて届くのかもしれないけど、ね、なんかそういうレビュー見たことあるけど、でもね安心ですよね。本屋さんに行かなくていいし、なんか忘れっぽくなったりとかすると、私なんか特にそうなんだけど、後でこれで買おうとかって思うとすっかり忘れて日が過ぎてっていうことはあるのでね、やっぱ早めに予約しちゃった方がいいですよね。で Amazon とかって予約するじゃないですか。これは言っていいのか分かんないけど予約するけど発送前とかだったらいつでもキャンセルができるんですよ。だから私は結構そういう風にしたりしてますね。例えばなんかとりあえず Amazon で予約をしといて、なんか楽天のポイントとかで使いたいってなった時に、楽天の方だったらねポイントも貯まるからで速攻で Amazon キャンセルして、で楽天の方でまたポチッとしたりとかっていうこともするから Amazon で一回予約しといてもいいかもしれないですね。なんかキャンセルとかも、できるからね。そう私結構 Amazon キャンセルすること多いですけど、なんか物の場合は早くすぐね発送とかされてる時とかあるからね、なんか安易にねできなかったりもしますけど、発送後は無理だと思うけど発送前とか予約中だったら解約はすることできると思います。解約ってキャンセルねすることできると思います。で、さっきのねこのねファスナーなんですけど、なんかね形がちょっと全然違うの分かります？これは何でかっていうとですね、こっちはファスナー25センチで作ってるんですよ。だから結構下の方からこうやって開けることができるんですね。同じね定規で作ってるんですよ。こうやってね開けることができてパカって開くんですよね。でもねすっごいこれ難しかった。なんでかっていうとこの急カーブのところにもファスナーがここまで来てるから、だからでもすごい難しいと思って、なんでこんなめんどくさいレシピを考えちゃったんだろうって後悔するぐらい難しかったんですよ。こんなになってる。なんかお財布あるじゃないですか、これ L 字のあれと同じぐらい難しいカーブでした。L 字はねすぐカクッて終わるけど、これはいつまでもこうやってつながるからちょっと難しいでこれは
20センチのファスナーで作ったものなんですね。で25センチと20センチっていうと、どっちかっていうとやっぱ20センチのファスナーの方が定番なので、手芸店とかでもやっぱりね販売してることが多いので、すぐにね手に入りやすいかなっていうのもあって、少しだけレシピの方を調整することで、この25センチじゃなくても20センチで作れるようになりました。だからね、そことか見るとこれね全然違うように見えるけど、実はね1センチしか違わないんですよ。これも定規で作ってるんですけど、こういう風になってます。面白いよね。ここからこれができるって面白くないですか？私ちょっと全然想定外だったんです、この形ができるっていうの。なんかちょっと難しそうなポーチだなと思ってあんま作ることなかったんですけど、これちょっと貝みたいなね、貝殻みたいな形になってる。これちょっとすぼんでてなんか面白いよね。こういうの、こういう感じで、ここの底の町がここでできるっていう風にしてます。Amazon で予約しました。楽しみです。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。手芸部員です。ありがとうございます。明治手芸部、ありがとうございます。あとで生地の決まった生地の紹介もしますんでね、ちょっと駆け足で紹介していきたいと思います。そうなので、これがもう型紙になってます。でもこっち斜めだから、これはこの輪っていうか、ここの片側だけ取って、反対側は反対でまたここで取るっていう風になります。でこれの、生地の取り方はコットンタイムのリール動画が上がってたので、それがねすごい分かりやすいと思う。で今回の私のこのライブを見た後にそのリール動画を見ると、こういうことかっていう風にすぐ分かるんで、後でよかったら見てみてください。使い方すごい分かりやすくね紹介してくださってるんで、私もなんかあげる必要ないなって思うぐらいなんかすごくね丁寧でした。本に今まで説明してくださっている定規チュートリアルありますか？初心者でも作れますか？作れます。全部ね全部書いてあります。あと今も言ったけど、コットンタイムの今リール動画、コットンタイムさんのねリール動画の方に上がっていますので、それ見ていただくと形がどんどん見えてくるかなと思います。でマチをね結構たっぷりにして、これねもう早速私も使ってるんですけど、どんだけ入るかっていうところね、こういう感じで、ペンが入りました。ただねこの20センチの定規は斜めにすれば入るかなって感じで、横には入らない。マチがこうだからだいたい11センチぐらいですね。だから本当はこの型紙のままこうして、ここ中央で輪にしてこうやってやりたかったんですけど、そうすると25センチのファスナーでこの状態が作れるってことなのね。でも難しいんです。だからそれを作りやすくするために1センチだけ減らして幅を19センチにしました。で19センチにしたらファスナーも20センチにすることができたし、その代わりにここの立ち上がり、ここのねこのタブ、ファスナーの脇のタブのところを少し長めにしています。でこのファスナーのこのタブのところも実はここの切り落とした部分を使ってるので、すごいね無駄なく作れるんですよ。これもねYouTube のね動画の方に上げたいなと思うんで、おおって思ってほしいなと思います。だから切り落とした部分も全部使います。これがやっぱね私らしいレシピじゃないかなって思います。なんかもうね無駄に捨てないっていうねいう感じで、あえてまたそのサイズ通りにカットしなくても自分でこう切り落とした部分で使えるよっていうところですね。これねすごい形可愛いからぜひ作ってほしいなと思います。カーブねちょっと難しいけど、これに比べたらこれはここからずーっとあるけど、ここはカーブのもう途中で終わってるので、これ私1回で出来上がったんで多分大丈夫だと思う。なんか3個目だからっていうのもあるかもしれないけど、カーブはすごくね縫いやすくなりました。でこれでできればねマリメッコの生地があるので、これでキット作りたいなって思ってるんですよね。定規があるの前提にしようかなと思って、直線でカットするだけにしたいので、カーブは自分で切ってもらうか、ここのカーブだけを型を作って自分で線描いて切ってもらうっていうようなカットクロスのキットは作ろうかなっていうふうに思ってます。これが多分ね一番可愛いと思うんですけどね、どうだろう、そういう風な感じです。でもこれでも可愛いかな。
ちょっとまだ検討中なんですけどね、いっぱいあるね生地があるんですよ。ちょっと持ってきていいですか。巻いてあるんですけど、マリメッコの生地、これもフィンランドで買って持って帰ってきたやつね。すっごい幅があるんですよ。これはオンラインショップで販売しようと思って、生徒さんとも使うけどなんかバッグにしても可愛いんだよね。これ分かりますか？なんだろう、質感、これね、こういうのね売ってないの、日本に。リネンなんだけど、なんて言うんだろう、この素材、なんかねラミネートじゃないけど、すごいね、何加工って言うんだろうね、これ何加工って言うんだろう。よくポーチとかにあるような、1枚でも作れるような感じの生地なんだけど、何加工って言うんだろうね。私もあんまそんな詳しくないんだけど、ただのプリント生地じゃないんですよね。ここ触るとわかるかな。これ普通のリネンで、ちょっと厚みのあるリネンなんだけど、ここになった途端なんて言うんだろうね、ペンキ塗ったような感じ、イメージで言うと。撥水じゃないんだけど撥水みたいなイメージなんだろうね。本当にペンキ塗ったようなイメージ説明下手。もうなんか裏は普通のリネンなんだけど硬いんですよ。だからここの部分が、だからこう1枚のポーチでもいいんだけど、でもね裏はついてる方がいいとは思うんで、これをなんか巻いてるからたくさんあるんだろうって思うでしょ。でも意外とたくさん買ってきました。これ日本にない生地だと思って買ってきました。なのでこれはキットにしたいなって思ってます。もっと本当は早くやりたかったけど、なんか今回の掲載のどれかでキットにしたいなって思うんで、もしかしたらねアンケート取るかもしれない。ストーリーでこの生地でどれが作りたいですかっていうところ。そしたらなんかどれでもいいもんね。だって多分これで作っても可愛いし、これで作っても可愛いし、でこれだったらなんか1枚で全部やりたくなるよね。ここだけだったらもったいない感じするからね。1枚でやってもいいし、でこれでやってもいいかなっていうふうに思います。なんか YouTube もできるだけね分かりやすいように紹介して、音声私の声でやってるので見ながらねゆっくり作ってもらえればいいなと思います。2つのポーチの内側の処理も見たいです。2つのポーチのどっちだろう。これではない。こっち、これかな。これのポーチの内側の処理はこれね、これ閉じてない返し口は閉じてないけど3枚重ねて縫うっていう返し口の作り方で紹介していく予定なんですね。こういう感じになってます。まだ閉じてない。返し口っていつも最後にねやるからね、こういうの多分やらないまま使っちゃったりとかしてることも多い最近。ダメだね。そうで、こっちの内側はそうこれね、内側はね最後はちょっと縁取り布で処理していただくような感じになります。それはちょっと別で布は用意するようにはなりますけど、最後はこういう感じ。なんかねもうちょっとねあるんですよ。これをやらなくてもいい方法っていうのがあるんだけど、ちょっと細かくなるのと中央がずれたりとかするので、これはもう外側からバチッと決めた方が仕上がりも綺麗なので、この方法で紹介させていただいてます。なんかここを返し口にするっていう方法もねあるんですよね。なんかいろんな仕上げ方はあるんですけど、こうやって外に出した時にバチッと綺麗に決まる方がいいかなっていうふうに思ってます。こんな感じです。はい、プロの先生と生で対話できるなんて素敵なことって思います。今度オンラインの生徒に応募しようと思います。ありがとうございます。ね、プロって言われるとちょっと恥ずかしいけど、プロなんだろうか。Amazon で予約できました。ありがとうございます。撥水ですか？撥水ではない。ラミネートではないんですよね。きっと楽しみです。ありがとうございます。全部セットしてください。全部同じ生地でセットする。それもありか。ね、なんか生地は結構あるからね。なんかバッグもいいなっても思ってるんですよね。もうすでにレシピもねたくさん出してるんで、そのレシピの中から
作れるキットでもいいなと思うんですよね。黄色がいいな。これか。これね、これキャスキットソンの生地なんですよ。これもなんだろう、掲載の時の余り布がほんのちょっとだけ残ってたのがあったんで、それで使いました。そのぐらいね、少しでいいってこと。だってこれで作るから、ここからここまで、これが輪なんですよ。そこの輪になってるから、ここからここまででいい。だから横が20センチで縦が24センチだから、20、25あればできますね。内側も外側も。ありがとうございます。似た形を自分でもいろいろとサイズ違い、形違いを考えて作ったのですが、やはり別布で処理するのが良いですね。そうやっぱりね、それが一番スマートかな。ファスナーと色合いが合ってますね。ありがとうございます。これカーキで合わせてみたのなんかブラウンもね、茶色もいいんだけどね、なんかたまにはちょっと色変えてみようと思ってカーキにしました。ありがとうございます。そんなところですかね。あと大丈夫かな。で、型紙、そうで、巾着はごめんなさい、試作しなかった。これは絶対失敗しないって思ったので、そんなにカーブそんなミスないだろうなって思ったので、ごめんなさいね。それはね、試作しないでぶっつけ本番になりましたまあ大丈夫でしょうね。で、カーブにダーツを入れるとこの形になるけど、カーブのままだったらこのカーブで巾着ができるというね。これも結構近いよね。私なんか今回作りたかったカーブが、これはちょっと違うか。本当はなんかこのバッグのカーブに合わせたかったんで、こういうバッグで、まあ、ちょっと違うけど、ここのくり抜きとかがあるじゃないですか。それに合わせてなんか自分でね、カーブ工夫してみてもいいかもしれないね。今日はね、オーダーでいただいたものをね、仕上げてたんですけど、だんだんなんかこれなんだっけ、このねタンバリンの上を縫うのがすっごい難しくって、何回かやり直しをするんですけど、縫い目がね見えないんですよ、これ。それでね、なんか全然話が変わるけど、アーカイブします。大丈夫ですよ、お休み、お買い物とか行かれても大丈夫そう、これ知ってます？これなんかもうついにこういうのを使い始めたっていう。これクロバーさんから出てるものなんですけど、なんかね、虫眼鏡みたいな感じになってて、なんか大人の視力だから使うっていうより、これもっと早く持っててもよかったなっていうふうにちょっと思ったのが、どんな時でもそうなんですけど、下糸と上糸の糸調子が分かりにくい生地の時ってあるじゃないですか。で、こういうのとか縫う時って、この生地に合わせて糸を合わせるから全く見えないんですよ、こう上糸と下糸が。これ裏側見えます？全然見えないでしょ、糸調子が。で、最後確認する時にこの虫眼鏡みたいなので見るとすっごいよくわかるので、もっと早く持っとけばよかったなと思って、だから気に入らないとまた全部ね縫い直したりとかするんで、それでね縫い直したりとかしてました。手持ちふさふさのタンバリンのバッグ買い遅れました。あ、本当ですか、ありがとうございます。見てくださって。こうね、なんでこうふわふわにするのよっていう。まあ、でもいいじゃないですかね、こういうこういうのも。なんか無地のリネン合わせてたんですけど、無地のリネンだとちょっと薄くなるし、接着芯貼ると今度バリバリになるし、なんかこの裏側にも合わせなきゃいけないから、どうしようかなって思った時に、これがねなんかすごい可愛かったから、ちょっと冒険してみました。なんか気に入っていただけてよかったと思って。で、このタンバリンもそうだし、これおはようっていうね生地なんですよね。同じ時期に買ったやつ。これも大きい面積で作るバッグってあんまないんですよ、私多分。ミナペロ骨の生地でこの半分ぐらいだったら作ったことあるんですけど、でもこれは多分ぴったりかなと思って、ちょうどよかったと思って。でももうこれで全部なくなっちゃったんですけど、ね、最後の裁断をしてました、昨日。ありがとうございます。老眼鏡と拡大鏡違いますよ。いや、やっぱりそうですよね。拡大鏡なんだ。私なんか多分みんな今見てて分かんないと思うんですけど、さっきまでそれやってたらここにね跡がついちゃって、これ結構重いのと、ここのプラスチックのこの部分がここに跡つくんですよ。
だからさっきねコンシーラーで一生懸命消してたけどもまた見えてきちゃった。鏡みたいにしちゃってごめんなさいねそうそうそう。でもこれはね別に目にかけなくてもいいから、ここにミシンになんかつけれる場所があるといいなと思った。刺繍とかする人ってこうやってねレンズやったりするじゃないですか。そういうのがミシンにもあると便利だなって思った。こういうのはやっぱり関係なく売り物を作る人は持ってた方がいいですよね。今更私が言うのも変ですけど、結構自信持ってミシン目縫い目とか送り出していたんですけどね。検品するんですけど、発送する前にラッピングする時に最後にもう一回布目をね見直すんですけど、これで見てたらもしかしたらもっとやり直しが多かったかもしれないっていう思うぐらいすっごいよく見えるんですよ。粗がもう恐ろしいぐらい粗が見えますなので販売とかする方とかはあった方がいいかもしれない。でもいやこれ買った方がいいですよ。いや気になってました。やっぱり買おうかな。いや私もこれね生徒さんが使っててちょっと気になったんですけど、人に見せなければね別になんか今日旦那がいた時もこうやってやって見えないでなんか話しかけてきたらバッて外してこうやって喋ってたりとかしてたなんかあまりね本当に見えないよねそんなことして、これしかもこれピンクだったからね、もうちょっとなんかおしゃれなのがあるといいなと思って、まあそんなね贅沢なことは言えませんので、なんか使ってていいなって思いました。だからこうなんか跡が気になる時はここになんかこうちょっとクッションみたいなのここに挟めるやつをやれば跡はつかないと思います。いやこれ買った方がいいかもね。楽天の楽天ルームにじゃあ追加しておきますね拡大鏡メガネタイプ必須です。もうほんと見えないです。やっぱりそうなんだね。なんか使ってみないと分かんないものってありますよね。なんかすごい今回本当に実感しました。あと返し口閉じる時とかもこれまでもちろんね肉眼で見えてたしもちろん今でも見えるけどね、なんか老眼じゃないよみたいな感じで明るくすれば見えるっていう風に縫うことはもちろんできるけど、それ以上にやっぱり自分のね手作りだったり家族に作るものだったらいいけど、やっぱり販売するものとかだとお客様の手に渡るので自分であとは管理できないから、やっぱり綺麗に仕上がってるものをお届けしたいと思うとやっぱり道具は必要になってくるかなと思います。普通のメガネに挟んで装着し跳ね上がることができるのを使っています。おお、なるほどね。そうかそうか。近視の場合はやっぱりそういう風に必要になってくるのかな。買われる方にアドバイスとしては、結構やっぱ長時間やってるとだいぶ目が疲れちゃうから、本当に必要な時だけがいいと思う。でこういう風にね上がるんですよ、こうやってレンズが。で上がるけどやっぱここが痛いの。これなんとかねクローバーさん改良してくんないかなとかってすぐ贅沢なことを言っちゃう。でこのレンズも度数が変えられるようになってるから、だよね虫眼鏡つけてるって思ったらやっぱり長時間はつけれないかなっていうところですね。ここはちょっとねあれもないんですよ。眼鏡つける時のゴムのシリコンみたいなやつもないから、ちょっとねプラスチックがガチッて当たる感じなんでちょっと痛い。なんていう拡大鏡ですか。なんだろうねこれ、なんていうやつなんだろう。後で楽天ルームに貼っておきますそのメガネはおいくらぐらいですか。これね先生試してみてくださいって言われてクロバーさんからサンプルでいただいたので、いくらするんだろう。でも多分2000円ぐらいするのかな。なんか私いらないです、絶対そういうの使わないからいらないですって言ったんですけど、まず使ってみてって言われて送られてきたらもう便利だったっていう。そんなやっぱねメーカーさんってやっぱすごいよね。そういうところをちゃんと見てるっていうか、やっぱりいろんな作家さんと意見とか聞かれてるからね、やっぱり人の意見は私も聞くべきだなって思いました。コットンタイムですが楽天だと予約できません。そうなんだ。じゃあやっぱりさっき言ったように Amazon で一回予約をしといて、楽天で出た瞬間に楽天で予約するじゃないですか。楽天って30分間購入キャンセルができるんですよ。だからAmazon で一回予約しといて、楽天で出た途端に楽天で まず購入して、でAmazon キャンセルするとかね。でもなんか Amazon がキャンセルできなかったらもう楽天でそのまま購入するとかね。キャンセルできなかったら楽天を
購入キャンセルするとか、ちょっと裏技。そうそうそう、私いつもこういうことしてる。せこいよね、本当。私本当に自分でも思うぐらいせこい。本当にせこいと思うんだけどもうしょうがない。これはね、性分なんです。本当にずっと性分なんでしょうがない今メガネ調べてみたら1万2000円ぐらいします。そんなんすんの？そんなにするの？そんなにはしないと思うよ。そんなにするのかな。1万2000円だって。ちょっと後でもう一回見てみます。ごめんなさい。なんかクロバーさんごめんなさい。シリコンなくても大事に使うそんなにするのかな。そんなにはしないと思うけどな。なんかそう、物によるのかもしれないね。今拡大鏡気になって調べたら1万円はしますね。ゆきさんの価値観共感します。どうもすいません、ありがとうございます。もうほんとコツコツね。クラフトルーペっていう名前みたいです。皆さんクラフトルーペだそうです。そうなんだ。そんなにするのか。知らなかった。ありがたい。もうなんかやっぱり先制特権というところで、そこはね、私が紹介して皆さんにいいものをね紹介できればいいですよね。クラフトルーペだって。ちょっと待って、楽天で検索してみるか。多分なんか楽天もなんか楽天セールが始まってんのかな。なんかお知らせ。本当だ。する。これだ。本当だ。1万円ぐらいする。すいません、私も2、3000円ぐらいだと思ってた。高いね。私は前に付録本であったの買いました。それは痛くないです。そうなんだ。1万円しますね。すいません。なんだっけ、葉月ルーペとかもあるじゃないですか。本当だ。クロバーのクラフトルーペね、1.6 倍と2倍っていう拡大鏡みたいになってて、1万2000円ってなってました。大変失礼いたしました。軽々と紹介しちゃったけど、なんかいろんなルーペがあるから、それでもいいと思います。とにかくなんかそういう拡大鏡はあった方が便利かなと思います。こういうねケースもついてました。すごいね、申し訳ないね。なんかもう一回お礼の言葉を送っておかないとなんか軽々しいことを言ってしまいました。そう、葉月ルーペとかも高いもんね。葉月も1万円以上すんだ。そうなんだ。高い。でもやっぱりね、販売される方はもう絶対持ってた方がいい。もう責任としてはあった方がいい。もう私が言うのも変ですけど、やっぱり縫い目綺麗なものをお届けするのが一番だと思いますよ。本当。私は Amazon で8000円くらいで買いました。皆さん Amazon あるそうです。そうなんだ。Amazon でクラフトルーペという名前で1万500円です。もしかしたら徐々に上がってるかもしれない。今なんか物価高じゃないですか。でだんだん高くなってると、なんかみんないろんなところが連動してね、金額高くなってたりしますもんね。だからもしかしたら上がってるかもしれない。だからコットンタイムの1500円ってやっぱりすごいですよね。なんかそうやってなんか価値がね上がっていきますよね。本当に。でもね、コットンタイムも私700円とか800円ぐらいの時に購入してたんですよ。それから比べるとだいぶ上がってますよね。ちゃんとした作品作るには必須ですよね。もう本当にそう。作家さん多分このライブね見てくださってると思うけど、私もYouTube で作品を紹介してレシピとか公開して作家さんっていうか、作って販売する人向けにもやったりとかするけど、でも私実際に販売ももちろんねしてるから、作って終わりじゃないんですよね。やっぱり丁寧に綺麗にやったものを届けたいって思うとね、道具はどんどんいいものに変わってきますよね。もちろんミシンもそうだったし、ミシンが一番ね大きいよね。あとロックミシンもそうだよね。ロックミシンとかもやっぱり見えない部分だけど綺麗になると、やっぱりね自分の満足度も上がるし、あと自信持って販売ができるっていうところもねいいですよね。断固として安いの使ってる主人はいつも目頭を押さえてます。作品作るための必要経費。そう必要経費なんですよ。ほんとコットンタイムナンバーワンも850円でした。ナンバーワン持ってらっしゃるんですか？すごい。850円か。でもやっぱり800円ぐらいだったと思う。私だって始めた時コットンタイムとコットンフレンドをなんか偶数月奇数月でコットンフレンドは偶数月でコットンタイムは奇数月だったのかな。それをなんか毎月のように買ってたから、
すごい高いなと思いながら、あとねカムホームも好きだったんで、それ3冊を連動して買ってたんで、結構本はいっぱい買ってたから、なんかそのぐらいで買えてたっていう記憶があります。おすすめミシンありますか？おすすめミシンね、どんなものを作るかによっても変わるけど、でもあれですよ、ミシンはねミシン屋さんに聞いた方がいいと思います。私は紹介できるのはやっぱり重機、自分が使ってるものを紹介することしかできないので、あとは手芸店で使ってたのがブラザーだったり、あとねそう本の掲載の時とかにプロセスをやったりするんですけど、プロセスで撮影する時はジャノメさん使ったりとかしますね。意外とねどれもね平等に縫うことできるので、その金額によりやっぱりクラスが変わってくるから、もっといいものとか厚地のしっかりしたものを縫いたいっていう場合はやっぱり金額のね5万円以上するものを選んだ方がいいかなと思います。だいたいに2万円とか3万円ぐらいの金額のランクで選ぶ場合はどのメーカーも私は変わらないと思ってますね。はい、楽天ブックスではコットンタイムは予約受付終了だそうです。だって終了なんだ。へえ、そうなんだ。ライブ初参加ありがとうございます。最近なんかちょっと私真面目に毎月1回あれ先月でもやれなかったかな、毎月1回はやってるような気がする。Amazon でクラフトルーペが一時的に在庫切れになってました。そうなんだ。もしかしてこのライブ見ながら買う？そんなことはないか。それはないよな。あとでAmazon も前回のねライブで紹介したんですけど、インフルエンサーっていうかなんだっけ、ページができたんですよね。私のネイジのページができたんで、楽天ルームみたいなところですね。でそこにちょっと追加しておこうと思います。で定規の方の質問とかはもう大丈夫そうですかね。ここ見たいなっていうところありますか？もしあったら言ってください。ライブ参加の方々が買ったかな、どうだろう。でもこうライブ見ながら買い物ってできるのかな。インスタ見ながらね、スマホで見てる人は忙しいよね。インスタも見てライブも見てとかって。そう、これ多分色がね多分黒とかあると思います。私はこれが送られてきたけど、人に見せないものだったら別にいいと思う。でも見せてあげようか、私がどんな風につけるのか。すごい恥ずかしい感じになるよ、見て。ビューン、こんな感じ。ね、笑える。こういう風にやれる。見えなかった今レンズからスマホ画面が。いやこれ後で私アーカイブでちょっと恥じらいながら見ます。はい、じゃあそんなところかな。はい。であとこの定規の使い方はコットンタイムのリール動画を見ていただけたらと思います。であとはYouTube の方にも動画を作ろうと思いますので、そちらも見ていただけたらと思います。思ったより可愛いとかってそんなの絶対嘘に決まってる。いける。絶対ないよ可愛い。もうちょっと可愛いの作ってほしいね。でもね、なんかここになんかリバティの柄とか入ってるとかだったらちょっとテンション上がるんだけどな。誰もが考えられそうでなかったものなんだよね。こういうクロバーさんがこういう手芸メーカーさんがね紹介しているものって。だからやっぱり本当に便利なんだなって思いますね。そうなんか最近こういうね定規、細い定規とかもクロバーさんで使ってるけど、これもなんか1センチ幅で20センチの定規って私ずっと竹の木の小学校の時に家庭科でもらうじゃないですか。家庭科の裁縫道具に入ってたやつをずっと使ってるんですけど、でもこう透明のがあるのを知って、あとこういう風にちょっと曲がるじゃないですか。これいうのとかもほんのちょっとしたことなんだけどあると便利だなと思って、定規ね結構ほんとねどんどん増えていっちゃったし、定規専用の引き出しがあるぐらい、そこにもうなくし物しないようにこういう細いものでも全部そこに入れるようにしてるんですよね。なんで探し物ができるだけないように、ハサミだけの引き出しとか定規だけの引き出しっていう風にしてます。どんどんね増えすぎちゃってね。そうレンズが大きいんですよね。今ダブルフェイスのドロップトートの返し口閉じてます。素敵、ありがとうございます。どんな生地で作ったんだろう、見たいな。後でよかったら DM 送ってくださいね。手芸部のお話をしようかなと思います。あれ、私もう1時間以上やってるよね多分。こんな長い動画になっちゃってすいません。ありがとうございます。
手芸部の生地もリクエストいただいてたんですけど、そちらもね生地決まりました。生地がちょっとあともう10分ぐらいで終わらせないと、私ね多分夕飯の準備をもうしなきゃいけないんですよね。なのでちょっと駆け足でやります。リクエストでいただいた生地なんですけど、こちらの2枚の生地に決まりました。なんかいちご泥棒とか何種類かねアンケートも取らせていただいたし、みんなどういうのがいいのかなっていうのをご意見いただきながらですねサーチしてたんですけど、こちらの2枚になりました。で合わせる1枚はこちらの無地の生地ですね。これがこういう感じで3枚で合わさるようになります。こういう布合わせで今回決定したのは、理由としてはですね、どの生地にしようかなっていうふうに決めてった時に、皆さんのアンケートで初めてなので鉄板のいちご泥棒がいい、まだ使ったことがないっていう方も結構いらっしゃったんで、鳥さんのね柄のいちご泥棒がいいっていう方も結構いらっしゃったり、あと同じぐらいいちご泥棒はよく見る柄だから違う柄がいいっていう方と同じぐらいいらっしゃったんですよ。でそれを見て、本当はいちご泥棒を入れて、こちらのこのベージュの方とリバーシブルにしようかなっていうふうに思ってたんですけど、でもいろいろ考えてってですね、やっぱりなんだろう、生地って中央をしっかり合わせなきゃいけないので、柄合わせでやっぱり生地が無駄になる部分が出てきちゃうんですよね。そうなるとこの幅が50センチで縦が30センチっていう制限のある中でそれを作ると、どうしても無駄になる部分ができちゃって歯切れが生まれちゃうので、できるだけ届いた生地もうそのまんま全部使い切れるぐらいのレシピにしたいなと思ったので、今回はもうほんとこれね最初の選択肢になかったんですよ本当に。なので同じ柄の色違いを2枚にしました。なので今度の手芸部は1月にキット発送する予定なんですけど、こう合わせてこっちが表になった時はこういう感じでちょっとね春っぽく使えますよね。で、1月になるとまだ冬で寒いので、その場合はちょっとネイビーのおしゃれな感じを表にして使うっていう、こうリバーシブルで使えるものにしたいなと思ってこの生地2枚にしました。なのでどちらも主役になるようにしています。でこちらの生地にすることでどの部分が真ん中になってもいいかなっていうところで選んでます。なのでねすごいねたくさんアンケートを回答いただいて本当にありがとうございました。皆様のご意見がねすごいね参考になりました。よかったです。ありがとうございます。でネジの手芸部なんですけど、もう第1回目の布耳のトートバッグの方はもう受付終了だそうです。もう生地完売したっていうお知らせいただきました。すごいですよね。ありがとうございます。なんか追加で生地も購入できたので、それを購入された方もいらっしゃったり、あとまだ入部された方もすごくねいらっしゃって、もうありがたい限りなんですけど、であと、ちょっとね誤解のないようにお伝えしておきたいんですけれども、ネイジ手芸部入部くださいっていうふうに言ってるんですけど、普通の部活もそうですけど、もちろんなんだろう、部費っていうのはもちろん発生するし、仮入部っていうのもないし、お試しっていうことも私一回も言ってないですよ。無料ですっていうことも一度も紹介したことないんですけど、もしかしたら私の伝え方が悪くてですね、無料で入部できるって思われた方がいらっしゃったようなので、そうではなくてキット代っていう、もうこの生地をですねカットしてくださる方と梱包して発送するという全ての手間がかかってきますので、無料ではなくですね、毎月1430円、毎月じゃない、その1回そのキット発送ごとに1430円はお支払いいただくというふうになっています。なので口座振替の用紙なのかな、ちょっとどういうふうに発送されてるのかわかんないんですけど、その用紙が届いたらですね、もうスタッフの皆様のお給料になりますので、皆様お早めにですね、できるだけお早めにご入金をいただけたらなと思います。なんかネイジ手芸部部員数すっごい多いんですよね。
で多いのに後払いにしてるっていうのを私ね本当にすごい尊敬と思って、私だったら多分寝れないですよ。届いて送ってるのにそのまま絶対とんざらするなんてことする人いないと思うんですけど、ハンドメイドねやってて、でもなんか忘れちゃったっていう場合は多分多いと思うんですよ。その口座振替の用紙が届いてその紙なくしちゃったとか、もううっかり忘れてたっていうことは多分もう多々あると思うんですけど、私はなんかそういう不安の中販売とかはできないので、翌日払いっていう翌月払いかっていうのも扱ってなかったんですけど、 MC さんはずっとそのスタンスで来られてたようなので、なんかそれで大丈夫なんですかって私ずっと心配してたんですけど、皆さん結構早めにご入金いただいたそうでよかったとかっていうふうに思ったんですけど、なので乳児手芸部に入る場合は1430円、こちらのね今回のねキットが欲しいっていう方は1430円かかりますので、もうこれからね毎回言いますので間違いのないようにね、誤解のないように、無料ではありませんので誤解のないようにご入部いただけたらと思います。で第1回目ねお支払いいただけないと第2回目のキットは届かないし、もうなんかやっぱりね払わないとやっぱり届かないものなので、これからねずっと続いていくものなので、お互いね気持ちよくね進めていただけたらなと思いますね。なんかそういうところですね。ハンドメイドなのでお願いします。で、こちらの作り方もやっぱり前回と同じぐらいかな。まだ何もやってないので、これから実際に作って動画撮って、1月の下旬ぐらいに公表したいなって思いますので、募集もそろそろ入ると思います。なんでかって材料を仕入れなきゃいけないと思うので、だから私が早めにね本当は紹介しなきゃいけないんですけど、この生地をMC さんが仕入れるためにですね、私が早めに募集をしなきゃいけない。人数が結構多いのでこういう感じになりますので、皆さんよかったらご検討ください。で形が見えないので検討も何もないですけど、ね、頑張ります。できるだけ早く。でもう一つですね、手芸部で出来上がった生地があります。これもネイジュ手芸部で使えるように私の方でもともとねデッドストックで販売されてたものをフランスに行った時に仕入れてきて、そのデザインを元にちょっと自分なりにいじったりして、ちょっとローズの位置変えたり向き変えたりして、であとストライプとセットで使えるようにデザインさせていただきましたので、こちらですねネイジュのオリジナルの布が手芸部の第3回目になりますので、こちらも一緒にね楽しみにしていていただけると嬉しいです。もちろんね3回目だけ申し込むこともできるので、この時にまたねお知らせしますので、今入ってる人しか入れないのかっていうことはもちろんねないのでご安心ください。これねすごいシーチングなんですけど、すごいいいですよ質。本当に良かった。私ずっと自分のネイジュのオリジナル生地を作るのが夢だったので、何度もねブログとかでもお話ししてたりとかしたんで、やっとね夢が叶うことができて、皆様のおかげで夢を叶えさせてもらいました。本当にありがとうございます。なのでね販売になった時にはまたねしっかりと丁寧に紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。手芸部楽しみです。ありがとうございます。リバーシブル素敵、ありがとうございます。頑張ります。なのでねこの今回コットンタイムのレシピの方で巾着トートが出るんですけど、それとまたねちょっと違う作り方にしないといけないんですよ、3枚だから。で、コットンタイムに載せる方は2枚の生地で巾着トートを作っていきますので、2枚じゃないか、3枚か、口布が入るから3枚か。だけど、ちょっと変えようかなって思ってます。似てるようでちょっと違う感じ。山口智子さんお久しぶりです。わらもう終わり。今気づいた。山口智子じゃないよ私。びっくりした。布耳まだアップできてなくてすみません。ありがとうございます。今ゆっくりで大丈夫ですよ。サブスクみたいな感じですね。そうだね、サブスクみたいな感じ。でもなんか結構期間空くけどね。だから1月は出て、で3月はやっぱりこういう生地なのでちょっと春物っぽくしたいから3月にアップするけど、それ以降はまだね何も決めてないんです。多分夏ぐらいになるかな。お
しゃれですね。ありがとうございます。手芸部というのは入れるのですか？手芸部は入れます。今度ね、募集の時に皆さん誤解のないように金額と書いてくださいってお願いしたので、多分今度は申し込みフォームに金額書いてくださると思いますので、そちらの方から入っていただけると思います。1回目に入部していれば2回目も届きますか？退部しない限り2回目も届きます。で、綺麗な色ですね。巾着とか作ってみたいです。そうなん、このシーチングだと巾着とかも可愛いし、もちろんバッグにもいいし、あと接着芯貼っても可愛い。笑うと似てるって、そう似てるかな。そんなありがたいお話。あと待って、ちょっとお知らせしてないものないかな。もうね、テーブルの上がねとっちらかってますけどね。あともう一つは、これもうすでに販売されてるんですけど、これリマインさんのサステナブルの取り組みでボストンバッグを、制作させていただきました。こちらはねYouTube の方でも紹介してるんですけど、こんな感じでこういうね、ちょっと中央からずらしてとかね、いろいろこだわりを詰め込んでですね販売してますので、よかったらリマインさんの方のホームページから、これで33,000円でしたね。私も金額販売されるまで知らなかったので、ね、金額それなりに評価つけていただいてありがたいなと思ったんですけれども、こちらは私の試作なんですけどね、なんかいろいろこだわって、この間生徒さんにも言ったんだけど、こうやってなんだろう、片側だけにステッチ入れて、ここは縫い代を開いて両側にステッチ入れてとか、なんかすごいね細かい指示を入れさせていただきました。で、あとこの真ん中じゃないところにこの真ん中に合わせないでちょっと横にずらしてとかね、ちょっとそういう布合わせもすごい指示通りっていうか、こう私がお願いした通りに忠実に作ってくださってるので、カバン屋さんやっぱりすごいなと思って。もっとねこんなクタクタじゃないですよ。もっとしっかりしてる作りになってますけどね。これね、なんか2色今回販売されることになったんで、私はお気に入りのこのグリーンの方で作ってますけど、こちらよかったらお揃いで持っていただけたら嬉しいです。なんか1泊ぐらいの旅行だったらこれで十分いけそう。で、ここに外側にポケットがあって、内側にもポケットつけてもらったんですよ。なので結構たっぷり入るかなと思います。よかったらご検討ください。最後になんか宣伝みたいになっちゃいましたけど、いつも宣伝なんですけどね。じゃあそんなところで今日は終わりにしようかなと思います。ありがとうございます。ショップ見ました。ほとんどソールドで遅かったです。スヌードの縫い方を教えていただきたかったので残念です。手芸部に入っていない時の YouTube は見れませんか？ YouTube 見れますよ。 YouTube 誰でも見れるようにしてるので、なんかメンバーシップとかっていうのがあるんですけど、メンバーからお金を徴収してその人だけが見れるっていうのとか、あと限定公開とかもあるんですけどね。なんか私あんまりそういうそういうの好きじゃないのでやらないかな。なんかメンバーシップはちょっとやってみたいなっていうのあるんですよね。毎月課金にはなっちゃうんですけど、 YouTube もこんだけ喋るので分かると思うんですけど、常にこう喋りながら撮ってるのでだいぶカットしてるんですよね。だから大事なポイントとかも別にここまで言わなくていいかなっていうのとかもカットしちゃってるので、フル動画をそのまま残して、そのメンバーシップみたいなところに載せられれば2つずつの動画になっちゃうけど、そうやってやることもできるかなとか思いつつも何もやってません。はい。いつかねやれればいいかな。動画のね素材だけ残しておけばいつでもできるかなと思うんで、はい。なんかみんなで楽しくやれる方が面白いかなと思うんで、YouTube よかったらネイジュ手作りのある暮らしっていうYouTube をやってますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。10万人を目指してね頑張ってるんですけど、今ね7万7800人ぐらいまで来ました。びっくりなんですけど、私まだ10年ぐらいかかるかなと思ったんですけど、銀の盾がもらえるまではもうしっかり毎週1回を目標に頑張りたいと思います。年内ね8万いきたいんですけどね、なかなか難しいですよ。チャンネルYouTube のチャンネル登録って本当にシビアだなって思うので、頑張って続けていくしかないなって思ってますんで、よかったら皆さん参考に作っていただけたら嬉しいです。はい、小物しか作れないので以前みたいに小物も作ってほしいです。小物か。そうね、最近バッグが多いもんね、載せてるのね。
そうよね。確かにそうだね。なんかね、でも最近 YouTube もあえて YouTube だけっていうより、私やっぱり自分がオンラインショップとかでは販売するのと同じものを並行してやってたりとかするから、YouTube がなんだろう、予習みたいな感じになってんですよね。そうね、小物もいいね。多分次このコットンタイムの小物でいきましょうか。ファスナーでやりましょう。いつもお忙しいみたいですが、体調には十分気をつけてください。本当にちょっとね、風邪っていうの、なんか喉痛めました。ちょっと声が万全じゃないけど、昨日よりはマシになったかな。パブロン飲んで、ね、まず早寝しないとねいけないですね。そう思ってます。あとね、来週はね、福井の方に出張みたいな出張とか言って行くんですよ。なんかライブやれたらいいな。やれるかな、どうなんだろうな。なんか金沢も行ってみなペロ骨行ってこようかなって思ってます。なんかそれもよかったらストーリーであげたいなと思うので見てみてください。では、最後までありがとうございました。たくさんの方、もう100名以上の方見てくださってる、ありがとうございます。もう休日のね、もう遅い時間になりましたけど、はい、じゃあまた週明け明日からですね、月曜スタートになりますけど、皆さんお仕事頑張ってください。東海さん受講させていただいてます。分かりやすくて嬉しいです。ありがとうございます。東海もね、終わりになっちゃうからね、今度自宅受講始まりますんで、よかったら皆さんそちらもねご検討ください。どうもありがとうございました。これちょっとアーカイブ見るの恥ずかしいよね。メガネかけたところすごい恥ずかしいんだけど。じゃあありがとうございます。切ります。